マッサージもいろいろ試したんだけれども、背中も曲がったままだし、お尻も上がらなかったっていう飼い主さんに、一度試してみていただきたいマッサージのやり方です。老犬特有のこの背中の曲がったお尻の下がった姿勢っていうのは、その原因っていうのは必ずしも一つだけではありません。ももの裏のね、硬くなった、筋肉を緩めてあげればお尻が上がる犬もいますけれども、上がらない犬もいます。今日紹介するマッサージは、若い頃こんな感じだったワンちゃんに試していただきたいんです。家の中でジャンプしたり、床で滑ったり転んだりしていた時期がある。運動神経が良くて全ての動きが速かった。見事な飛行犬だった。びっくりするくらい高くジャンプすることができた。アジリティやフライボールをやっていた。今日のマッサージは実はちょっと難しいんですけれども、しっかり触れていれば犬の体が楽になりますのでやっていきましょう。お尻の筋肉、臀筋です。臀筋は実際には3つに分かれますけれども、今日はこの2つを、一緒に簡単にやっていきます。腸骨の位置をまず探してください。犬がお座りしていると探しにくいので、まず撫でながら犬にリラックスして横になってもらってください。位置がよくわからなければですね、腸骨は、こんな感じのカーブをしていますので、これを目当てに探してみてください。でそれが見つかったら、この筋肉はその腸骨の真上と仙椎、尻尾に近いところの背骨ですね。ここについています。そこを矢印の方向にこんな風にさすります。時々股間の方へ流しながら 1,2 分続けます。次にお腹側のマッサージに入りますが、その前に腰を少しリラックスさせます。腰は肋骨が終わったところからです。犬が横になった状態で行ったり来たり矢印の方向に揺らすような感じでさすります。伏せているなら左右両方ともやってください。横になっているなら今上になっているところだけで今のところ大丈夫です。脊椎の真上に圧がかからないように気をつけてやってください。犬の呼吸がゆっくりになって落ち着いてくるまでやります。腰回りがリラックスしてきた延長で、そのままゆっくり仰向けになってもらいます。高齢のワンちゃんだと仰向けにゴロンと横になるのが難しいかもしれませんので、慎重に。犬が嫌がる場合は無理をしないでください。今日触る筋肉は腸腰筋といって体幹の一部で、怪我をしていることが非常に分かりにくい、また誤診も多い箇所です。この筋肉は2つに分かれていて、1つは腸骨の内側全体に、もう1つは腰椎の下から始まっていて、両方ともももの骨の内側に付着しています。腰椎の下も、腸骨の内側も実際には手が届かないので、ももの骨の内側付近を矢印の方向へさすります。股関節の位置をももの外側から指で触って確認しながら、ももの骨の内側付近の位置に、見当をつけます。この時股関節が伸びている状態でできると理想的です。とても繊細な部位なので、早くグイッと押したりすると嫌悪感を持たれてしまいます。この筋肉のちょうど間あたりに大腿神経が通っていますので、気をつけてやってください。逆にあまりおっかなびっくりだと筋肉に、届きません。犬がやらせてくれるだけ、やってください。ここで合ってるかわからないという場合の確認の仕方はですね、今触っている筋肉が股関節を曲げた時に硬くなって、伸ばした時に柔らかくなればその場所で合っています。はい、ここまでできたらストレッチをします。ストレッチがこのマッサージのクライマックスというか、肝になります。はい、まず最初に両手で犬の足を支えます。掴まないようにしてください。ゆっくり膝を曲げて、そのまま膝をお腹につけるようにしてみましょう。途中で犬の足にぐっと力が入って嫌そうにするなら、膝を軽く曲げた状態でそのまま静止してください。膝を曲げた状態から膝を外側にゆっくり開きます。そこで20秒ぐらいホールドします。途中で嫌がるなら開く角度を小さくして5秒とか10秒とかからスタートしてみてください。
ゆっくり膝を元の位置に戻し、足を戻します。また両手で足を支えます。今度はゆっくり股関節を伸ばします。膝ではなくて股関節ですね。膝は自然な角度のままで大丈夫です。どこまでが限度なのか探りながら慎重に伸ばしてみてください。股関節を伸ばした状態のまま、今度は膝を内側にゆっくり閉じるようにして、ここで20秒ホールドです。ゆっくり膝を元の位置に戻して終わりです。犬が嫌がっていないなら 2,3 回繰り返します。せわしなく何回も繰り返すより、1回でもできたら30秒ほどホールドできる方が効果的です。これを毎日継続すると体を支えやすくなってお尻も上がります。ただ犬が良い姿勢で立てるための基本ができていなければ効果は半減しますので、それについてはこの動画で確認してみてください。